昭和18年4月、連合艦隊司令長官山本五十六長官の上記が撃墜された海軍工事件。近年長官機一行の後を飛行した事実上の3番機の存在が明らかになった。ラバウルとブインを結ぶ定期便の96式陸上輸送機。随行者を乗せてあの日あの空で彼らは一体何を目撃したのか。海軍工事件外伝3番機が見たあの日をここに紐解く。南太平洋における日本海軍最大の拠点ラバウル。当時の軍歌にもなったあのラバウル海軍航空隊の部隊である。昭和18年4月にラバウル東飛行場2号作戦に出撃する冷戦隊を敬礼で見送る山本長官の姿があった。白ずくめの第二種軍曹がひときわ目立ち、隊員の士気は大いに上がった。この時の写真はあまりにも有名だ。宇垣参謀長の発案で4月18日に日帰りで前線視察に行くことになったが、護衛機6機でブインといった競合地域を巡視することは大変危険なため前日まで揉めていた。随行員最終調整会議の時だった。長官、明日の前線視察についてですが、今すぐ中止してください。ショートランド基地の城島司令官であった。あそこは最前線です。危険すぎます。それに何ですか、13日のあの電報は詳細に時刻まで書いて解読されていたら。4月1日に暗号表を変えたばかりだ。解読される心配は無用。せっかくのご忠告はありがたいが、行くと言った以上行かなければ指揮に関わる。戦闘機を出す204空でもいくらなんでも少なすぎます。この数では無理です。我が隊には冷戦20機ある。前機出しましょう。長官が受け入れないのだ。従うしかないだろう。夜中、渡辺専務参謀を第三艦隊専任参謀高田大佐が訪ねた。小沢さんが明日は危険だから中止した方が良いと盛んにおっしゃっている。中止できないなら戦闘機はいくらでも出すと。だがこの意見具申も結局聞き入られることはなかった。一方、アメリカ軍は暗号解析により山本長官の巡視計画を察知。航続距離の長い P38 戦闘機による襲撃作戦を実施する。作戦名はオペレーションベンジェンス。真珠湾攻撃に対する復讐作戦だ。16機の編隊をコード別に4機ずつ階層化し、上空で長官機を待ち受ける。キラーグループ4機が低空から長官機を襲撃。これを防ごうと冷戦隊が妨害する。カバーグループ8機が航空から次々とダイブし、冷戦6機を背後から吸収する。冷戦隊が吸収を避ければ護衛対象がやられてしまう。冷戦隊もろともやられてもおかしくない手堅い作戦であった。護衛6機は少なすぎた。4月18日6時5分、いよいよ離陸の時である。基地に集まった人々に見送られながら、長官を乗せた1番機、宇垣参謀長を乗せた2番機はラバウル東飛行場を発進。上空で待機していた直縁機と合流し、バラレ基地に向かった。まさかこんなことになろうとはつゆほども思わなかったであろう。一方その頃、ラバウル西飛行場では2名の海軍将校が自動車で離陸準備中の輸送機へ急いでいた。2名の海軍将校が自動車を降りて駆け込んできた。長官の贈り物を運ぶ輸送機というのはこれか。はい、そうです。我々は長官機に乗り損なってしまってね。臨場させてくれ。部員でいい。了解しました。この2人は高坂少将と山積大佐であった。連合艦隊司令部だけで両機が満員となったため、この機に席が割り当てられた事実上の3番機になった瞬間だ。一行から遅れること25分、6時30分に離陸した。この機体は204空所属の96式陸上輸送機である。この機に積んである贈り物は長官の発案かね。そのように伺っております。そうか、さすが長官だ。みんなもさぞ喜ぶだろう。機内は和やかな雰囲気だった。離陸当初は2機の立航と冷戦6機を遠望することができた。
機体が高速の一式陸輸だったら事件の目撃者もしくは当事者になっていたかもしれない。ウィーンまでは約2時間の飛行だ。日本側の勢力圏下の飛行であり、一行は順調に飛行した。宇垣参謀長の回想ではとても気持ちの良い飛行だったそうだ。護衛機は陸港の400メートル程度上空を飛行した。護衛のパイロットは凄腕揃いだ。極めて順調だな。そろそろバラレ基地が見えてくる頃だ。あと15分でバラレに着きます。高度下げます。高度700メートル程度まで下降していく。バラレ到着目前の午前7時35分。運命の瞬間がやってきた。宇垣参謀長の回想によると、1番機の遭難までは1分ほど、2番機の海上不時着水までたった5分程度であったという。上空の1機から5分混じりの更新が入る。ここまで来たら無線封鎖は不要だ。敵です。急降下します。敵機だ。この野郎。キラーグループはジャングルに飛び込み、低空から高速で侵入。ホームズ中尉とハインの2機が海側に退避。このトラブルが結果的に2番機の撃墜につながる。追っ払え。高度50、あそこに降りれるぞ。カバーグループが一撃離脱で冷戦を攻撃。カバーグループと冷戦隊が交戦。その隙に1番機へ致命弾を送り込んだ。この野郎、やりやがったな。ダメです。舵が効きません。右に引っ張られます。長官機が角度5度程度の浅い角度で降下。最後の瞬間まで機体を制御していた証だ。その頃部員基地では名物の高さ25メートルの監視所が空戦を認識。大混乱が起こっていた。そこへ護衛機の日高機が着陸してきた。長官機が空戦中、応援頼む。直ちに16機の冷戦が長官援護に向かった。6機の冷戦隊は長官機を追ったため、海方向に退避した2番機から離れてしまった。左。追い右だ。左。機長が操縦席の後ろに立ち、操縦士の肩を叩いて回帰方向を指示していた。護衛機はいないのか。見当たりません。離れてしまったようです。増走を切り離したホームズ、両機のハイ、バーバー機が2番機を追撃する。不時着水します。2番機は宇垣参謀長はじめ3名が生還した。Mission accomplished. Break off engagement immediately. Head for home, low level, maximum speed. I repeat, bug out now. この野郎。復讐に燃える杉田機、柳役がハイン機に襲いかかり、命中弾を送り込んだ。そしてこれが日本側唯一の撃墜戦果となった。部員の飛行場です。着陸します。お捕まりください。ハンドルを96回回して足を下ろす96陸輸は旧式なので手動だった。なんだこの雰囲気は。滑走路は完成した直後並みにピカピカ。滑走路の脇には基地要員がずらりと並び、到着を待ちわびている。8時30分、何事もなく部員基地に到着した。夕刻、重傷を負った2番機の操縦士を乗せてラバウル2機と
ついにこの地を踏まなかった長官だが、長官の思いは慰問品が部員へ届くことで確かに前線の将兵たちへと行き着いた。それが3番目の随行機が見たあの日の一部始終である。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録、ハイプをぜひお願いいたします。